すぐ横の石段を登って、路地の突き当たりにある自宅の玄関の古ぼけた格子扉を開いた途端に、奥座敷のボンボン時計が1時を打った。20分近く進んでいたにしても、彼女との立ち話が随分長かったことを思い出して、私は一人で赤面してしまった。そうして無事太平らしい家の中の気配を察して、我知らずほーっと胸をなで下ろしたことであった。ところがその安心は、要するに私の一時のぬか喜びに過ぎなかった。電車の中で私が抱き続けてきた一種異様な心配は、やはり意外千万な意味でものの見事に的中していたのであった。心持ち興奮気味で、慌ただしく私を出迎えた寝間着姿の姉と妻は、私の顔を見るや否や、口を揃えて問いかけた。胸ぐらを取らんばかりに。白鷹先生にお会いになって。と、左右から詰問するのであった。あったよ。姫草さんとは？今そこまで話してきた。姉と妻とは顔を見合わせた。無言の二人の頬には恐怖の色がありありと浮かんでいた。その顔を見ながらネズミの中折れ棒を取った瞬間に私は探偵小説の深夜の1ページの中に立たされている私自身を発見したような危機に襲われたものであった。姫草さんとどんなお話をなすったの？まあ、お前たちから話してみろ。あなたから話してごらんなさいよ。バカ。同じことじゃないか。話してみろ。だってあなた。茶の間へ行こう。喉が渇いた。それから熱い番茶を飲みながら、二人の女の話を聞いているうちに、なんと、今の今まで、私の脳みその中に浮かみ現れていた奇妙な家庭悲劇の舞台面が、いつの間にかぐるぐると一変してしまったのであった。私の留守中に、病気で寝ておられるはずの白鷹久美子夫人から、臼杵病院へ電話がかかったのであった。それは約2時間前に私に面会した白鷹助教授が、すぐに下六番町の自宅へ電話をかけた結果であったらしく、非常に冷静な、同時にこの上もなく遊戯的な口調で、白鷹夫人が私の一家に対して警告してくれたものであった。相手に出たのは妻の松子だったそうであるが、その時に白鷹夫人から聞いた事情なるものは、女の耳にとって真に肝も潰れるようなことばかりであったという。もちろん、姫草百合子の言葉にも多少の真実性はあった。彼女は確かに境内耳鼻科にいたことのある姫草百合子と同一人にはそういなかった。彼女の看護婦としての技術が脅威に値すべくずば抜けた天才的なものであったことも事実にはそういなかったが、しかし同時に実に脅威に値するほどのずば抜けた天才的な嘘の名人であったことも周知の事実であったというのである。少し社会的に著名な人物などが境内の耳鼻科に入院すると、彼女、姫草百合子は彼女独特の敏捷な外交手腕でもって他人を押しのけて看護の手を尽くすのであった。そうしてそのような人々からも、一も姫草、二も姫草と言わせるように仕向けないではおかないのであった。その結果、どうして手に入れたものか、そのような患者からもらったという貴重品などを自慢そうに同輩に見せびらかすことがたびたびであったという。そればかりでない。彼女はそんな身分のある家族の方々のうちの誰かと婚約ができた、なぞと平気で言いふらしたりなぞしているかと思うと、おしまいには、やはりずっと以前に入院したことのある映画俳優か何かの種を宿したから、堕胎しなければならぬ、
といったようなことも臆面もなく看護婦長に打ち明けて、長いこと病院を休む。その他、医院の誰彼と自分との関係を自分の口からまことしやかに噂に立てるといった調子で風紀を乱すことが甚だしいので、とうとう慶大耳鼻科長大凪教授の行為によって論じ退職の処分をされることになったという。しかし以前からメソジストの特信者であった白鷹久美子夫人は、かねてから彼女のそうした悪癖に対して一種の同情を持っていた。そうして彼女の才能と行く末を深く惜しんだものらしく、彼女がクビになると同時に自宅に引き取って、あらん限りの骨を折って嘘をつかないように教育した。キリストの皆によって彼女の悪癖を封じようと試みたものであった。ところが、それが彼女にとってはたまらなく窮屈なものであったらしい。とうとう無断で白鷹家を飛び出して行方をくらましてしまったので、どこへ行ったものであろうと明け暮れ、久美子夫人が気にかけているうちに突然、本年の6月の初め頃、百合子から電話がかかってきて、今は横浜の臼杵病院にいる。私もそれから後、嘘を吐くのをぴったりとやめて、臼杵先生から信用されているから、以前のことはどうぞ助けると思って秘密にしていただきたい、という、極めて塩らしい話しぶりであったという。しかし彼女の性格を知り抜いている白鷹夫婦は、容易に彼女の言葉を信じなかったばかりでなく、それ以来、一種形容のできない不安に包まれていた。またあの女が臼杵家に入り込んで、まことしやかな嘘を吐いて、臼杵家を撹乱しようと思っているに違いない。それにつれて慶大や白鷹家のことについても、どんなデタラメを臼杵先生に信じさせているかわからない、という心配から、夫人が内々で妻の松子に当てて、臼杵病院のところづけでたびたび、百合子の行状に関するさりげない問い合わせの手紙を出したそうであるが、それは多分、彼女が握りつぶしたものであろう。一度も返事が来なかった。白鷹夫人の心配は、そこでいよいよ高まることになった。これはもしかしたら、あの嘘つきの名人の言葉を真正面から信じきっている臼杵家の連中が、白鷹家を軽蔑して全然取り合わないことに決めているのではあるまいか。しかしそうかといって、あんまりしつこい、窮迫した手段で、臼杵家に交際の手づるを求めるのも、こっちが狼狽しているようでおかしい、といったような、いろいろな気兼ねから、いよいよ形容のできない、バカバカしく不愉快な不安に陥っていった。ことに気の小さい、神経質な白鷹氏は、百合子の悪癖を極度に恐れているらしく、この頃では夫婦で夜と触るとそんなことばかり話し合っていたところへ、今日主人が臼杵先生にお目にかかってみると、どうもご様子がへんてこだから、一応電話でお伺いしてみろ。臼杵先生は大変にそわそわして興奮しておられるようだったが、何かまたあの女が余計なことをしでかしたのかもしれないから、早く電話をかけといた方がいいだろう。百合子が取り次ぎに出るか出ないか、という主人の言葉だった。という久美子夫人の話で、聞いていた妻の松子は、電話口に立っておられないほど赤面させられてしまったという。しかしそれでも妻の松子は、同時にたまらないほど不安な気持ちに包まれてしまったので、なおも湯をこして通話を伸ばしてもらいながら、いろいろと久美子夫人に問いただしてみると、案の定、今日まで姫草百合子が言い立ててきたことは、1から10までと言っていいくらい、事実無根のことばかりであった。白鷹先生の平塚往診の事実も、歌舞伎座見物の話も、当日の久美子夫人の三越の玄関での窃盗事件も、または姫草が
お見舞いに伺ったという事実までも皆、彼女の驚くべきデタラメという事実が判明したというのであった。私はその話を聞いているうちに、ぐんぐんと高圧電気にかかっていくような感じがした。臼杵病院のマスコット、看護婦の天才、平和の鳩の生まれ変わりかと思われる姫草百合子の純真無邪気な姿が、みるみるレントゲンにでもかけられたような灰色の醜い骸骨の姿に解消していく光景を幻視した。同時にたった今、泣きながら暗闇のもみじ坂を病院の方へ降りていった百合子の姿を、浮き上がるようなスパニッシュワンステップのリズムと一緒に思い出しつつ、私の顔を一心に凝視している姉と妻の青ざめた顔を見比べながら、何とも言えない不可思議な恐怖の感じを背筋一面に這い回らせていた。その時にまたも新しい茶を入れた妻の松子が、話に段落でもつけるように、長い深いため息を一つ吐きながら、こんな奇妙なことを言い出した。ねえあなた、姫草っていう子はなんて不思議な娘でしょう。全くつかませられていることがはっきりわかっているのに私、どうしてもあの子を憎む気になれないのよ。白鷹の奥さんも、やっぱり私たちと同じ気持ちで、あの子をお可愛がりになったに違いないことが今やっとわかったのよ。今の今までお姉さんとそのことばっかり話していたとこなのよ。この言葉を聞いたときに私はやっと決心がついた。彼女、姫草百合子の不可思議な底の知れない魅力。今では私の姉や妻までもしっかりと包み込んでしまっている恐るべき魔力に気がついたので、思わずほっとため息をついた。と同時に、その美しい霧かなんぞのように覆いかぶさってくる彼女の魔力から逃れ出る一つの手段を思いついたので、それは少々乱暴な、卑怯に類した手段ではあったが、姉にも妻にも、わざと一言も言わないまま立ち上がって、今一度玄関に出て帽子をかぶった。妙な顔をして見送る二人に、どこへ行くとも言わないで靴を履いた。そのまま勢いよくもみじ坂の往来へ飛び出したが、なんという恐ろしいことであろう。その時、坂の下一面に果てしもなく重なり合っている黒い屋根や、明滅する広告電灯や、その上にいっぱいに散らばっている青白い星の光までもが皆、彼女の吐き散らした嘘の残骸そのもののように思われるのであった。私は身震いを一つしながら、もみじ坂を駆け下りた。気合わせたタクシーを拾って、神奈川県県庁前の東都日報支局に横付けて、中学時代の同窓であった同支局主任の宇藤三五郎を叩き起こして、ほど近い鳥屋の2階に上がった。そこで、面白いネタになるかもしれないが、というのを切り出しに、彼女に関する今までの事実を逐一、包まずに説明して、一体どうしたものだろうと、宇藤主任の意見を聞いてみた。自慢の船長ひげをひねりひねり黙って聞いていた宇藤三五郎は、やがて私の顔を見て、にんがりと薄笑いをした。彼一流の率直な口調で質問した。そこで僕は君から一つ真実の告白を聞かせてもらわにゃならん。何も告白することはないよ。今の話の他には。そんなら、彼女と君との間には何の関係もないっちゅうのじゃな。バカな、失敬な、俺がそんな。わかったわかった。それでわかったよ。宇藤三五郎は突然マドロスパイプを差し上げて叫んだ。わかったわかった。赤たん赤たん。
え、赤炭？なんだい、赤炭って。赤ちゅうたら赤炭。赤以外に、尊厳な奇妙な活躍する人間はおらんがな。現在そこいらで地下運動をやっとる赤の活動ぶりそっくりたん。まだまだ恐ろしいインチキの天才ばっかりが今の赤には生き残っとるばんたん。尊厳な女子ば養おとく限り今にとんでもない目に遭うばあんた。やっとわかった。その赤簡単。しかしまさかにあの娘がそんな大それた。いかんいかん。それがいかんやて。尊厳風に思わせるところが赤一流の手段の恐ろしいところばんたん。赤に決まっとる。赤単赤単。それ以外に尊厳な奇怪な行動をする必要がどこにあるかいな。その姫草中小娘は君の病院を中心にしてほぼと連絡を保っとる有力なやつかもしれんてや。それはそう思えんこともないが、しかし僕の目にはそんな気振りも見えないぜ。見えちゃたまらんてや。君らのようなズブの素人に見えるくらいのやつなら、もうとっくの昔にあげられてブランコ往生しとるてや。そんなもんかな。とにかく、その娘ん子は我々の手に合う代物じゃないわい。第一、今のような話の程度では新聞記事にもならんけにの。今からすぐに特攻課長の自宅に行こう。特攻課長？しかし仕事は一切我々に任せちくれんといかんばい。悪うは計らわんけにの。どこだい、特攻課長は。遠いのかい？知らんか、あんた。知らんよ。知らんて、君のうちの隣じゃないか。隣？民やちゅう家がそうじゃ。うかつやな、君っちゅうたら。俺が赤じゃなし、気もつかなかったが。その何草とかいう小娘は、君の家よりも、その隣が目標で、君に近づきよるのかもしれんてや。それじゃから俺は感づいたんじゃが。なるほどな。そのタミヤっちゅう男なら、二三度角口で挨拶したことがある。ガスを引くときにね。人相の悪い大きな男だろ。それだ、それだ。知っとるならいよいよ好都合じゃ。すぐに行こうで。ちょっと待て。支局から電話をかけておこう。話はだんだんと急テンポになってきた。話のどん底が目の前に近づいてきたようであるが、果たしてそのどん底から何が出てくるであろうか。私はなんとなく胸を轟かしながら、ウトウと一緒にタクシーに飛び乗った。タミヤ特攻課長は、もうぐっすり眠っていたそうであるが、職業柄嫌な顔もせずに2階の客まで会ってくれた。長脇差しの親分じみた、色の黒いでっぷりとして貫禄のあるタミヤ氏は、どてらのまま師団の机の前に淡然と座って、朝日をすいすい私の話を聞いてくれたが、聞き終わると腕を組んで、そばの宇藤記者を顧みた。つぶやくように言った。赤じゃないかな。それを聞いたとき、私はまたもドキンとさせられた。思わず膝をすすめながら、恐る恐る尋ねた。
赤としたらどうしたらいいでしょうか。民谷氏は冷然と目を光らせた。ひっくくってみましょうや。ひっくくる？どうして？明朝、いや、今朝ですね。夜が明けたらすぐに刑事を病院に伺わせますから、それまでその看護婦を逃がさないように願います。それはどうも困ります。と、宇藤三五郎が気を利かせて慌ててくれた。実はそこのところをお願いに参りましたので、臼木君も開業早々赤の縄付きを出したとあっては。いかにもごもっともですな。それじゃこう願いますまいか。明朝なるべく早くがいいですな。何かしら絶対に間違いのない用事をこしらえて、その娘を外出させてくださいませんか。行き先が分かっておればなおさら結構ですが。承知しました。それじゃこうしましょう。僕が南洋土産の大きなアレキサンドリアを一つ持っております。姉も妻もアレキサンドリアが嫌いなので始末に困っておるのですが、それをあの子にやってすぐに指輪に仕立てるように命じて伊勢崎町の松山宝石店へやりましょう。遅くとも9時から10時までの間には出かけることと思いますが、10時頃から忙しくなってきますから。結構です。しかし、近頃の赤はなかなか敏感ですから、よほどご用心なさらないと。大丈夫と思います。今夜ここへ伺ったことも誰も知りませんし、それに家内がずっと前、姫草に指輪を一つ買ってやるって言ったことがあるそうですから。なるほどね。それじゃそんな都合に。承知しました。どうも遅くまで。そんな次第で私は、その晩とうとう睡眠薬を飲まなければ寝られないような惨憺たる神経状態に陥ったが、後で聞いてみたら、姉と妻も同様であったという。私から異彩の話を聞いた二人は、夜が明けるとすぐに姫草百合子の可憐な肩の上に落ちかかるであろう恐ろしい運命がいかにやむを得ない、同時に恐ろしいものであるかを想像しながら、興奮のあまりろくろく眠らずに夜を明かしたそうである。マツコはうとうとしたかと思うと、高手小手に縛り上げられて病院を引きずり出される姫草百合子の姿をありありと見たりしてぞっとして目が覚めたという。姉なぞはご丁寧にも、公主台にぶら下がっている彼女の死に顔までまざまざと見届けて、何度も何度もうなされながらマツコに揺り起こされたというから相当なものであろう。それでも夜が明けてからの計画は 100% に都合よく運んだ。妻のマツコが何食わぬ顔で病院に来るとすぐに、姫草看護婦をそっと薬局に呼び込んで、大粒のアレキサンドリアを彼女の手に握らせた態度は極めて自然なものであった。さすがの百合子も毛頭を疑う様子もなく、中心から嬉しそうにペコペコして私のところまで飛んできてお礼を言ったくらいであったが、その時に私がいつもの通りのニコニコ顔で応用にうなずいた態度もいかにも名誉気取りであったという。後で姉から散々冷やかされたものであった。しかし彼女、姫草百合子が10時の開診時間を気にしながら大急ぎで着物を着替えて、いそいそと病院の玄関を出て行く後ろ姿を見送った姉と妻と私の態度が他の看護婦や患者の目につくくらい緊張していた。まるで高貴なお方のお出ましでも見送るかのように棒のように硬直していたために、後から何事ですかと皆から尋ねられたのは明らかに失態であった。言わんや姉と妻はせぐり出てくる涙を隠すべく慌てて洗面所へ逃げ込んだというのだから、滑稽を通り越して
何のことだかわからない。姫草百合子はそのまま帰ってこなかった。姉と妻と私はその一日中、今更のように怯えた青白い顔を時々見交わしていたものであったが、その晩一晩置いて明くる朝の8時ごろ、隣の民谷特攻課長のところから尋常1年生の坊ちゃんが私を迎えに来てくれたから、大ビクビクで着物を着替えて行ってみると、民谷氏は一昨夜の通りのどてら姿で、横浜港内を見晴らした2階の客室に待っていた。私の顔を見ると、妙に赤面したニコニコ顔で、熱い紅茶などを勧めてくれたが、昨日よりもずっと来楽な調子で投げ出したように言うのであった。あれは赤ではありませんよ。と、私は少々面食って目をパチパチさせながら座り直した。せっかくのお骨折りでしたがね、取り調べてみると赤の痕跡もありませんよ。もっとも、郷里は裕福というお話でしたが、電話と電報と両方で問い合わせたところによりますと、実家は裕福どころか、石品洗うがごとき状態だそうです。何でもすぐの兄にあたる27、8になる一人息子が、家蔵をなくすほどの道楽をした挙句、東京で一旗あげると言って飛び出したきり、行方をくらましているそうで、年取った両親は誰も構い手がないままに、食うや食わずの状態でうろうろしているそうです。もちろんあの女、なんとか言いましたね。そうそう、百合子からも一文も来ないそうで、お話の奈良漬けの一件や何もかも彼女の嘘らしいのです。姫草百合子という名前も本名ではないので、両親の名字は堀というのだそうです。慶応の病院へ入るときに自分の友人の妹の戸籍謄本を使って年をごまかして入ったというのですがね。本当の名前は由美子というのですが、その堀由美子が19の時に兄の後を追うて故郷を飛び出してからもう6年になるというのですから、今年19という姫草の年齢もでたらめでしょう。自分では23だと頑張っていましたがね。無論女学校なんか出ていないという報告ですから、どこまでインチキだか底の知れない女ですよ、あれは。へえ、全然赤じゃないんですね。赤の連絡は絶対にありません。随分手厳しく調べたつもりですが。そうすると、あの女はつまり何ですか？それがですね。それがです。つまるところあの女は一個のかわいそうな女に過ぎないのです。あなた方のご親切中心から感激しているのですね。一生を臼杵病院で暮らしたいと言っているのです。臼杵家の人たちに疑われるくらいなら私、舌を噛んで死んでしまいますと、おいおい泣きながら言うのですからね。へえ、本当ですか。本当ですとも。今朝10時頃までに迎えに来てください。単に赤の嫌疑で引っ張ったのだが、その嫌疑が晴れたから釈放するのだ。気の毒だったとだけ言い聞かせて、他のことは何も言わずにお引き渡ししますから。臼杵先生も十分にお前を信用しておいでになるのだから、あんまり嘘をつかないようにぐらいのことは節諭してやってもいいです。とにかくかわいそうな女ですから、末永く置いてやってください。へえ、妙ですね。それじゃあの女は何の必要があって、あんな人騒がせなデタラメを捜索して、我々に恥をかかせたんでしょう。根も葉もないことを。それはですね。その点も残らず取り調べてみましたが、要するに、あの女のつまらない性癖らしいのです。山田氏の女中が自分の郷里の自慢をする程度のものらしいので、
別に犯罪を構成するほどの問題じゃありません。それ以上はどうも個人の秘密にわたっておりますので、取り調べかねるのですが、とにかく宝石を一つご損かけてすみませんでした。どうか末永く可愛がっておいてやってください。かわいそうな女ですから。僕はこれから出勤しますから失礼します。鈍感な私は、こうした民谷氏の態度から何事も読み出し得なかった。何の気もつかないアホみたいな格好で追い払われながら引き下がってきた。そのままこのことを姉と妻に話して聞かせると、二人もまたいい気なもので外貨を上げて喜んだ。それ、ごらんなさい。言わないことじゃない。言わないことじゃないって、バカ。なんとも言いやしないじゃないか、最初から。いいえ、私そう思ったのよ。姫草さんに限って赤なんかじゃないと思ったんですけど、あなたが余計なことをなさるもんだから。何が余計なことだ。少なくとも姫草が嘘つきだったことがはっきりわかったじゃないか。でもまあ、よかったわね。なんでもなくて。たった今、お姉様とお話ししていたのよ。姫草さんが万一無事に帰ってきたら、暇を出そうか出すまいかってね。いろいろ話し合ってみたあげく、いくらなんでもかわいそうですから、あなたにお願いして置いていただこうじゃないのって、そう言っていたとこよ。まあ、よかったわね、うちのマスコット。私たち二人ですぐに迎えに行ってきますわ。ね、いいでしょう。二人はそれから威勢よくハイヤーに乗って出かけた。私に朝飯を食わせることも忘れたまま。百合子は留置場の前の廊下で姉の胸に取りすがったそうである。五つ六つの子供のように。もうしません、もうしません、もうしません。と泣き叫んで身もだえするので、二人ながら弱ったそうであるが、それほどに取り調べが峻烈だったかと思うと、姉も妻も安涙を催したという。それから三人一緒に自動車で帰ってきたが、百合子の襟首からは昨日の朝のお化粧が跡形もなく消え失せていたので、姉と妻とで湯に入れてやったり、下着を着替えさせたりして、まるで死んだ人間が生き返ったような騒ぎをした後に、やっと私と一緒に朝の食事にありつかせたが、百合子はただ、すみません、すみません、と繰り返し繰り返し泣くばっかりで、飯もろくろく喉に通らないようであった。ところが彼女、姫草百合子、もしくは堀由美子の性格は、どこまで奇妙不可思議に出来上がっているのであろう。わざわざ出勤を遅らせた私が、玄関横の客間に彼女を座らせて、いろいろ取り調べの模様を聞いてみると、どうであろう。その取り調べの内容なるものが、実に意外にもびっくりにもお話にならないのであった。すっかり化けの皮を剥がれてしまって、見る影もなくしょんぼりとなった彼女の涙ながらの話によると、伊勢崎署における警官諸君の彼女に対する尋問ぶりは、峻烈どころの騒ぎではなかった。聞いている姉と松子が座にこらえられなくなったほどに甘ったるい、言語道断なものであった状態を、彼女はしゃくり上げしながら、口をしそうに説明し始めたのであった。大きな鉄火鉢のカンカン起こった署長室で、平服の民谷特攻課長と差し向かいで話した時の室内の光景から、何度も何度も炭火の跳ねたところから、民谷課長の腕時計の音までも真に迫って話すのであった。しかし私はこの時に限ってちっとも驚かなかった。私はそんな風な話を平気で進めながら、次第次第に興奮して、雄弁になってくる彼女の表情をじっと見つめているうちに、彼女の目つきの中に一種異様な美しい光が
次第次第に輝き現れてくるのを発見した。それは精神異常者の興奮時によく見受けるところの純真以上に好調した純真さ、曜日とも声援とも何とも形容のできない色情感に満ち満ちた魅惑的な情欲の光であった。そうした彼女の目の光を見守っているうちに、鈍感な私にも一切の裏表が次第次第に夜の明けるように趣向されてきた。彼女の不可思議な脳髄の作用によって描き表されてきた、今日までの複雑混沌を極めた出来事のどん底から、実に平凡な、簡単明瞭な真実が見えすいてきたのであった。せっかちな私は彼女の話の最中に便所に行くふりをしてそっと茶の間に来た。そこで真っ赤になって苦笑している妻のマツコに耳打ちして、病院に彼女と一緒に寝起きしている看護婦を大至急で呼び寄せて、ゆり子に関するある秘密を問いただしてみた。呼ばれてきたのは、田舎から出てきたままの山内という看護婦であった。どこまでも正直な、忠実な、いつもおどおどキョロキョロしている種類の女であったが、彼女は私たち三人の前で、真っ赤な両手を膝の上にきちんと重ねながら、柔道選手かなんぞのように目を据えて答えた。姫草に恨みでもあるかのように。はい。姫草さんのメンスは正確でございました。毎月大抵、月の初めの4日か5日頃です。私、いつも洗濯をさせられますので、よく存じております。これを聞いた私は、一も二もなく立ち上がって洋服に着替えた。何もかもほったらかしたまま自動車を飛ばして、県の特攻課に乗り込んで、出勤したばかりの民谷課長に面会した。遠慮も会釈も抜きにして述べ立てた。民谷さん、やっとわかりました。ご厄介をかけましたあの姫草百合子という女は、オバリアルかメンスツリアルかどちらかわかりませんが、とにかく生理的のデプレッションから来る一種の発作的精神異常者なのです。あの女が一心上の不安を感じたり、とんでもない虚栄心を起こして事実無根のことを喋り回ったりするのが、いつも月経前の2、3日の間に限られている理由もやっとわかりました。僕の日記をひっくり返してみれば一目瞭然です。はは、そうでしたか。実は私の方でも経験上、そんなことではないかしらんと疑ってもみましたが、一向要領を得ませんでしたので。しかしどうしてそんな事実をお調べになりましたか？ところでこれは、お互いに名誉に関することですから、ご服蔵なくお話しくださらんと困りますが、昨晩お取り調べの際にあの女は、何か僕のことについて話はしませんでしたか？さすがに物慣れた民谷氏も、この質問を聞いたときには真っ赤になってしまった。わかりましたか。あなたのところに帰ってから白状しましたか？いやいや、そんなことはみじんも申しませんでしたが、その代わりに、あなたのお取り調べのご親切だった模様を喋りました。実に念入りな、真に迫った説明付きで。ですからこれは怪しいと思いますと、すぐに今朝からのお話を思い出しまして、じっとしておられなくなりましたから飛んでまいりました。ひどいやつです、あの女は。いよいよ真っ赤になった民谷氏は、制服のまま棒立ちになってしまった。いや、よくご服蔵なくお話しくださった。それならば、こちらからもご参考までにお話ししますが、君は10月の何日頃でしたか、午後になって箱根の芦ノ湖ホテルに外人を診察しに行かれましたか？ええ、行きました。石油会社の支配人を、ラルさんという老人です。その時にあの女を連れて行かれましたか？行くもんですか。一人で行ったのです。なるほど。それで百合子はお留守中、
在院していたでしょうか。さあ、いたはずですが、連れて行かないのですから。ところが百合子は、その日の午後には病院にいなかったそうです。昨夜君の病院の看護婦に電話で問い合わせてみたのですが、何でも君が出かけられると間もなく、横浜駅から自動電話がかかって、すぐに身支度をして横浜駅へ来いと命ぜられたそうですが。へえ、驚きましたな。あの女は少々電話マニアの気味があるのです。よく電話を応用して嘘をつきます。そんな電話が実際にかかっているように受け答えするらしいのです。とにかくそんなわけで百合子は大急ぎでお化粧をして清掃を凝らして病院を出て行ったそうです。バカな。清掃の看護婦なんか連れて診察に行けるもんじゃありません。そうでしょう。私もその話を聞いたときに少々おかしいと思いました。看護婦を連れて行く必要があるかないかは病院を出られる時から分かっているはずですからね。第一、そんな疑わしい連れ出し方はしませんよ。しかしその時のお話を随分詳しく伺いましたよ。幻の谷とかなんとかいう素晴らしい浴場がそのホテルの中にあるそうですがね。行ったことはありませんが。僕は聞いたこともありません。そのホテルでラルさんというケトウと一緒に食事はしましたがね。まだいるはずですから、聞いてご覧になればわかりますが、かなりの神経衰弱に中耳炎を起こしておりましたから、鼓膜切開をしておきましたが。そうですか。その幻のなんとかいう湯の中の話なんか、とても素敵でしたよ。青黒い岩の間に浮いている二人の姿が、天井の鏡に映って、ちょうど桃色の金魚のように見えたって言いましたよ。バカバカしい。いつ行ったんだろう。一人で行くはずはないですがね。無論ですとも、呆れたやつだ。どうもけしからんですね。けしからんです。実は今朝、あなたからいつまでも可愛がっておいてやるようにご訓戒を受けましたが、そんな風に人の名誉に関わることを吐き上がるようじゃ勘弁できません。これからすぐに叩き出してしまいますから、そのことをご了解願いに参りましたのですが。いやいや、赤面の至りです。謹んでお詫びいたします。どうかすぐに追い出してください。けしからん話です。けしからんくらいじゃありません。私の不注意からとんだご迷惑を。しかしとんでもない奴があればあるものですな。初めてですよ、あんなのは。そうですかね。あんなのは珍しいですかね。機関型でも。いわゆる貴婦人とかなんとかいう連中の中には、あの程度のものがざらにいるでしょうが、犯罪を構成しないから我々の手にかからないのでしょうな。それとも、もっと嘘が上手なのか。それもありましょう。つまり一種の妄想狂とでも言うのでしょうな。自分の実家が巨万の富豪で、自分が天才的の看護婦で、絶世の美人で、どんな男でも自分の魅力に参らないものはない。いろんな地位あり、名簿ある人々から、すぐに同化されてしまう。ということを事実であるかのように妄想して、その妄想を他人に信じさせるのを何よりも楽しみにしている種類の女でしょうな。一昨夜のお話に出た子供を産んだという事実なんかも、彼女自身の口から出たものとすれば事実じゃないかもしれませんね。ことによると彼女はまだ処女かもしれませんぜ。いや、ひどい目に遭いました。どうかよろしく。さようなら。そう言って別れた帰りがけに私は、彼女の身元引受人になっている
下屋のおばのところへ電報を打った。世にもバカバカしい、長ったらしい夢から覚めたように思いながら、それでも彼女のおばさんなる人物が本当にいるのか知らんと疑いながら、彼女のおばさんという上結色の婦人は、早くもその日の夕方にのこのこと私の自宅へやってきた。赤々と太った四十学校の見るからに元気そうな串巻き頭に小ざっぱりとした木綿着物で挨拶をする精力的な声が近所近辺に鳴り響いた。まあ、呆れた子ですわね、本当に。いいえ、私はあの子のおばでも何でもないんですよ。これでもお江戸の真ん中あたりで生まれたんですからね。私が先だってあの大学の耳鼻科に入って脳膜炎の手術をしていただいた時に、あの娘さんに親身も及ばぬくらい世話になったもんですからね。それが縁になってつい転がり込まれちゃったんですの。おばさんおばさんって懐かれるもんですから仕方なしに身元引き受け人になっているんですがね。いいえ、それがね、あの子がいつまでも私の家にいると近所の若い者がうるさくて困るんですよ。あの子は本当になんて言うんでしょうね。妙な子でござんしてね。私の家に来てから2、3日と経たないうちに近所の若い衆からワイワイ騒がれるんですからね。まるで魔法使いみたいなんですよ。ですから、早くどこかへ行ってちょうだい。引き受け人にでも何でもなってあげるからってね。そう言って追い出したんですけど。そんなことをペラペラ喋り立てる片手間に、彼女は旅の塵を払い、台所からさっさと茶の間に上がり込んできた。そこで彼女は、旧式の小さなタバコ入れを出して、細い銀キセルを構えながら、一段と声を落として目を丸くした。私が勧めたタバコ本に一礼しながら、大変な身元引き受け人が出てきたのに驚いている私ら3人の顔を変わる見比べた。その若い衆で思い出したんですけどね。あの子は何でも、この間から東京中の新聞に大きく出た謎の女ってね、ご存知でしょう？あの本人らしいんですよ。これくらいのいたずらなら私だってできるわってね。あの子が若い衆におだてられて、うっかり喋ったって言うんですの。それからみんなが面白半分にワイワイ言って、いろいろ問いただしてみると、どうも本人らしいので、みんな気味が悪くなったんですって。あの子が出て行った後で、私に告げ口した者がいるんですよ。ですからそう言われると、私も気味が悪くなっちゃいましてね。あの子が仕事を探しに行った留守に、預けていった手回りの包みの中を調べてみたら、どうでしょう。新しい小さな紙ばさみの中に、あの謎の女の新聞記事が、幾通りも切り抜いてしまってあるじゃありませんか。いいえ、他の記事は一つもないんですよ。私ゾッとしちゃいましてね。今にどんな尻を持ち込まれるかと思ってビクビクしていたんですよ。でもまあ、それぐらいのことで済んでよござんした。引き取ってまいりますとも。なるだけ目に立たないように呼び出してそっと連れてまいります。もう、あんな風来坊の宿受けはいたしません。まごまごすると身の代限りをしてしまいます。兄貴なんかいるもんですか。みんな嘘っぱちですよ。お宅様も災難でござんしたわね。いくらかお金をやって故郷へ帰したら、ご性の悪いこともござんすまいし、恨まれる気遣いもござんすまい。どうもお気の毒様でござんした。一人で喋りましてすみません。とんだお邪魔をいたしまして。はい、さようなら。彼女は約束通り、人知れず百合子を呼び出して連れて行ったらしい。姫草百合子は、その夕方から私たちにはもちろんのこと、一緒にいる看護婦たちにも気づかれないまま姿を消してしまった。
そうして冒頭に書いた彼女の遺書以外に、彼女から何の音沙汰もなく、病院の方も以前の通りの繁盛を続けている。それでも彼女の名前を当てにして病院に訪ねてくる患者は、まだなかなか尽きない。私の病院は彼女のために存在していたのじゃないかしらんと疑われるくらいである。一方にその後、警官や刑事諸君が遊びに来ての話によると、彼女は向かいの蕎麦屋にいる活弁上がりの出前持ちを使って電話をかけさせておったものだそうで、白鷹助教授に化けて東京から電話をかけさせたのもその弁行だったそうである。文句は彼女がすっかり便箋に書いて、弁行を病院の地下室に呼び込んで、何度も何度も練習させたものだそうで、また白鷹氏の手紙も、彼女が文案をして、県庁前の大書人に書かせて投函したものだということが、彼女の白状によって判明していたというが、そんな話を聞けば聞くほど、彼女の嘘の創作能力と、その舞台監督的な能力が尋常一様のものでなかった。嘘の構成に関するあらゆる専門的、もしくは病的な知識と趣味とを彼女は持っていた。いかなる悪党、またはいかなる芸術家も及ばない天才的な自由自在な可憐な同時に倒れてやまぬ意気組みを持って霊言、酷烈な現実と戦い抜いてきたか。京大病院、警視庁、神奈川県警察部、臼杵病院を手玉に取ってきたか。次から次へと騒動を起こさせながら、音もかもなくトロトロと消え失せていった腕前のいかに超人的なものであるかを想像させられて、私はいよいよ驚愕、長嘆させられてしまった。それから今一つ重要なことは、それから後、いろいろと病院の内部を調査しているうちに、小型の注射器とモルヒネの瓶が一個、紛失しているのを発見したことである。しかも彼女、姫草百合子がそれを盗んでいく現場を、前に言った山内という山田士看護婦が見たのは、ずっと以前の9月の初め頃のことだったそうであるが、その時に姫草が振り返って、喋ったら承知しないよ。と言って睨みつけた顔が、それこそ青鬼のように恐ろしかったので、今日まで黙っておりました。姫草さんのような気味の悪い、恐ろしい人はありませんでした。いつもつまらないつまらない、死にたい死にたいと言っておられましたので、私は恐ろしくて恐ろしくて、姫草さんが夜中にご婦人に行かれる時なぞ、後からそーっとついていったこともありました。そのくせ、姫草さんはとても横暴で、汚れ物や何かもすっかり私に洗濯をさせになりますし、向かいのお蕎麦屋の若い人を呼ばれる時にも私をお使いにやられます。そうして、私、姫草の秘密が少しでも臼杵先生に分かったら、私はあなた、山内を殺して自殺するより他に道がないんですから、そのつもりでいらっしゃい。この病院を一歩外へ出たら、私はもう破滅なんだから、と、姫草さんは繰り返し繰り返し言っておりました。ですから私は何が何だかわからないまま、姫草さんの言う通りになっておりました。と、山内看護婦が目をまん丸にして白状したことであった。私はかの姫草が、その嘘の一つ一つに全生命をかけていたことを、この時に初めて知った。彼女の嘘が露見したら、すぐにもこの世を儚みて自殺でもしなければいられないくらい、突き詰めた真理の究竟に陥りつつ、日を送り、世を明かしてきたのであろう。しかも、そうした冒険的な緊張味の中に、彼女は言い知れぬ神秘的な生きがいを感じつつ、生きてきたものであろう。彼女は殺人、万引き、窃盗のいずれにも興味を持たなかった。ただ嘘をつくことにばかり無限の命がけの興味を感ずる天才娘であった。
彼女は低層の堕落にも多少の興味を持っていたらしい。しかし、それも具体的な堕落でなくて、嘘の堕落ではなかったか。現実的な不道徳よりも、想像の中の不倫、隠遁の方が、はるかに彼女の興奮、満足に値してはいなかったか。彼女は肉体的には、私たち第三者が想像するよりも、はるかに正常な生涯を送ったものではなかったかと想像し得る理由がある。彼女ほどの嘘つきの名人が、境内以来一度も変名を用いなかった真理も、ここまで考えてくると想像がついてくる。それは、姫草百合子なる名称が、彼女の清らかな、可憐な姿の感じにうってつけであることを、彼女が自覚していたばかりでない。そうした彼女の気持ちの正常無垢さを誇りたい彼女の心の奥の何者かが、こうした名前に言い知れぬ執着を感じていたせいではあるまいか。白鷹慶即下。姫草百合子に関する小生の報告は以上で終わりです。武藤三五郎は依然として彼女を極めて巧妙な地下運動者の一人である。彼女は表面上単純な嘘つき女を装いながら思う存分の仕事を成し遂げて、その恐るべき地下運動の一端さえも感づかせないまま外貨を上げて立ち去った希代の天才少女である。そのおばさんなる中年婦人も彼女と一緒に働いている強力な地下運動者の一人で、彼女の仕事に一段落をつけるべく桜となって彼女を救い出しに来たのかもしれない、とさえ疑っているようであります。また、田宮特攻課長は彼女を一種特別の才能を備えた式魔に他ならぬ。臼杵病院の付近の若い者で、彼女の名前を知らない者が一人もない事実が、後から判明してくるのを見てもわかる。だから貴家も小生も、彼女の改手腕に翻弄されながら、彼女に同情しつつある最も愚かな犠牲者である。といった風に考えているらしいことが、時折遊びに来る刑事諸君の興奮から察しられるのですが、しかしこれはあまりに想像に過ぎていると思います。還元すれば、彼女に敬意を払いすぎた観察とでも申しましょうか。貴家とご同様に、と申しては失礼かもしれませぬが、小生がそんな事実を信じ得る理由を、発見し得ませぬ理由を、貴家はもはや十分にご思考くださることでしょう。小生は小生の姉、妻と共に告白します。小生らは彼女を爪の赤ほども憎んでおりません。何事も報いられぬこの世に、神も仏もない、血も涙もない、オアシスも蜃気楼も求められない砂漠のような、カサカサに干からびたこの巨大な空間に、自分の空想が生んだ嘘の事実を唯一無上の天国と信じて、命がけで抱きしめてきた彼女の心境を、小生らは繰り返し哀れみ語り合っております。その大切な彼女の天国、庄司が書き抱いている綺麗なおもちゃのような、貴重この上もない彼女の創作の天国を、跡形もなくぶち壊され、叩きつけられたために、とうとう自殺してしまったであろう惨めな彼女の気持ちを、姉も妻も涙を流して悲しんでおります。林家の田宮特攻課長氏も、小生等の話を聞きまして、そんな風に考えていけば、この世に罪人はない、と言って笑っておりましたが、事実、その通りだと思います。彼女は罪人ではないのです。一個の素晴らしい創作家に過ぎないのです。単に小生と同一の性格を持った白鷹先生、貴家にあらざる貴家をうっかり創作したために、しかもそれが真に迫った傑作であったために、彼女はすぐにも自殺しなければならないほどの恐怖観念に脅かされつつ、その脅迫観念から救われたいばっかりに、次から次へと嘘の世界を拡大し、複雑化していって、その中に自然と彼女自身の破局を構成していったのです。
しかるに小生らは、小生ら自身の面目のために、真剣によってたかって彼女を、そうした破局のどん底に追い詰めていきました。そうしてぎゅうぎゅうと追い詰めたまま、幻滅の世界へ叩き出してしまいました。ですから彼女は実に、何でもないことに苦しんで、何でもないことに死んでいったのです。彼女を生かしたのは空想です。彼女を殺したのも空想です。ただ、それだけです。このことをご報告申し上げて、ご安心を願いたいためにこの手紙を書きました。コカインのスプレーで睡魔を防ぎながら、やっとここまで書いてまいりましたが、もう夜がしらけかかって脳みそがトロトロになりましたから確筆します。彼女が死んだ後までも小生らを抱き込んでいこうとした嘘の流転も、それから帰化に対する小生の重大な責任も、この一文とともに完全に何でもなく跡形もなく終焉を告げていくことになります。さようなら。彼女のために祈ってください。